皆さんこんにちは。今回は夏にパリとイタリアに旅行に行ってきたので、この動画ではパリ編を紹介したいと思います。これは飛行機でボーリングにハマっている瞬間で、ぶっちゃけうまかったです。私ここも雨かぶるやん。すごい。密会終わりのミーティングで。しかもビッグボールが。これはさっきもあった。はい、こちらハノイ空港でございます第2回目の中継でございます。久しぶりに人の影が見えましたね。これは珍しいことですよ、とても、はい、8時前なのにね、もはいうお店が開いてないですね。いや、これ、はい、見影上空いてるんです。どういうことですか？見影上空いてるんですけど、はい、店員さんはいません。じゃあどこにいるかって、そうです。あちらの椅子をご覧ください。いない。ここの店員はどこにもいないないい。ですね。私たちが先通過してしまったから、皆さん店舗に戻られましたね。あ、なるほど。ちょっとしょうがない。それはまた次回ということで、はい、こちら中継以上でございます。ありがとうございます。ハノイ空港からです。超仲いいバイト先、こちらハノイのバイト先でございますあ、これランブーのカフェファストフードですね。全然わかんないけど、後ろ通ります。はい、失礼いたします。ちょっと待って。こうして10時間以上ハノイ空港で時間を過ごした後、やっと飛行機に乗ってパリに向かっています。この夕日が本当に綺麗で感動しました。初めて地上に出ました。すごい。ではこの美しい絵画たちとともに何が起きたのかをお話ししていこうと思います。まずシャルル・ド・ゴール空港に着いた時に、私のスーツケースが見当たらなくて困っていたところ、唯一そこにいた日本人夫婦が声をかけてくださって、なんとか私のスーツケースを見つけてくれたんですね。今後の自分たちの予定を話したところ、スーツケースを持って観光するのは絶対大変だから一旦ホテルに預けなと言ってくださって、わざわざ一緒に地下鉄に乗ってそのホテルから徒歩5分の最寄り駅まで連れてってくださったんです。そして駅に着いてありがとうございましたってお別れした後に気づいたんです。着いた駅はホテルから徒歩1時間以上のところでした。私たちはオルセイ美術館の予約もあったので、頭が真っ白になってもう本当にパニクりました。どうしてこのような間違いが起こったかっていうと、ホテルの最寄りの駅だと思っていたところは、実は最寄りのバス停で同じ名前の駅の方に行っちゃったっていう感じです。完全に下調べをしなかった私たちが悪いです。で、その駅まで
来たらもうホテルに行ってる暇はないので、オルセイ美術館にスーツケースを持ったまま行こうってなって向かったんですけど、行ってる途中の電車でもう焦りすぎて、パリのおしゃれなおばさまの足をスーツケースで踏んで、すごいもう嫌な顔されました。で、オルセイ美術館に30分遅れで着いた後も、セキュリティのリーダー的存在の人にスーツケースがでかすぎるから入れませんって怒鳴られて、もう2人して泣きそうになっていました。そしたら周りの従業員がかわいそうだから入れてやれよと言ってくれて、最終的に地下のロッカー室みたいなところに連れてかれました。最初めっちゃ怒鳴ってたリーダーもでかすぎる友達のスーツケースを見て笑いをこらえようとしていて、ちょっと可愛かったです。私も家から一番でかいスーツケースを持っていったはずなんですけど、友達のスーツケースはどこに売ってるのっていうレベルで見たことない大きさしていて、正直成田にいる時からでかいなと思っていました。続いてオランジュリー美術館に来たのですが、絵画に集中しすぎてこれしか映像がありません。ごめんなさい。ルーブルが見えてきたよ。すごい、人がやばい。めっちゃ列が長いです。ちっちゃ。街は綺麗です。あ、いや。ズームやったわかった。